この線画がいじりたいんだけど、レイヤーめっちゃ分かれてる時にさ、そう。どれだっけってこうやってそうそう、よくある。シフトコントロールクリックでこのレイヤーに飛んでくれるんだよ、勝手に。で、その上に線が書く。そうだね。ちょっと今回ディスプレイの解像度をね、配信の都合で下げてるからちょっと寄りで書いてるけど、ああ、どうぞどうぞ。本来はこれぐらいで書いた方がいいんだよね。やっぱ拡大しちゃってちょっとプロポーションが狂っちゃう時もありますよ、ね。まあでもそれは一応ね、それが狂わないようにするために下書き書いてるから、それは大丈夫だけど、どんだけ寄って書いても大丈夫なんだけど、寄って書くとさ、やっぱり丁寧に書いちゃうんだよね。で、丁寧に書くのはもちろんいいことなんだけど、丁寧に書きすぎると時間がただただかかっちゃうっていうね。まあ、あとはみんななんていうかな、好き嫌いはあるんだけど、たまになんかデジタルすぎる漫画はあるから、なんかちょっと綺麗すぎて、その漫画のなんかペンの質感がちょっと感じないのがちょっと残念な気分になる。たまにありますよね。それもでもね、書く人がいいと思ってたらそれでいいんだよね。そう、まあもちろんそうですね。あと多分年なのかな、私昔から漫画読んでるからそれ感じるかもしれない。なんとなく多分今の子供たちとか気づいてないっていうか、多分そういうところは気にしてないでしょうね。気にしてないかもしれない。アナログでね、ずっと書いてたものを読んでると綺麗になったなって思うかもしれないけどね。綺麗なものから読んでる人は何にも気にならないからね。逆に今の子供たちは前の漫画読んで荒いなーって思ってるかも。そうかな。そうなのかな。なんだこれ、荒い。ここまで逆にもう何のこだわりももしかしたらないかもね。意外とだからね、これも俺もだんだんなんだろう、経験してきて身になってきたことの一つだけど、いや、言い方によっては元も子もないこと言うけど、大してね、絵なんか何でもいいかもしんないよ。本当に。めちゃくちゃこだわってんのって実は描いてる人だけなんじゃないかなと思ってきちゃったもんね。本当にその通りだと思う。YouTube のチュートリアル見すぎて、なんか一番綺麗な絵を描かないといけないっていう気持ちになるんだけど、その後にブックオフとかでツタヤとか新しい漫画買って全然綺麗じゃない漫画なのに結構笑ってる。なんかこれ超面白い。なんでこんなに絵のクオリティこだわってたのか。そう本当は面白ければいいし。そうなのよね。だからまあそれでもね、絶対に僕はこうやって描きたいって突き詰めたいって思ってるんだったらそれでもいいけど、なんか時間ばっかりかかっちゃって大してクオリティも上がんないしって思ってるんだったら、そこまで読者さんも気にしてないもんなっていう風に開き直るのもいいかもしれない。で一応線画でその眉毛とか別になんか違うレイヤーに分けない風なんですか？分ける人もいるんだと思うけど、これはもうめんどくさいんで分けません。あんま俺ね、レイヤーさっきさ下書きの時に見せたじゃん。これぐらい分かれてますよっつって。そうですね。これはね結構分けてるなって思うんだけど、俺的には。人によっては少ないと感じるぐらいもっと細かく分ける人もいると思う。だけど俺はねあんま多いの好きじゃないんだよね、やっぱ。わかる。もうシンプルが一番いいじゃん。さすがにだからさっきも言ったようにベタのレイヤーと線画のレイヤーを一緒にするなんてことは間違っても間違ってはあるんだけどないけど、そういう致命的なところ以外はもうなるべく一緒くたになっててくれた方が管理もしやすいし、一個コツを教えとこうか。これ知ってる人も知らない人ももしかしたら多いかもしれないんで、今回みたいにさこんなにレイヤーが少ないとあれなんだけど、例えばさっきの下書きレイヤーに戻して
ね、元の下が綺麗だね。はい。で、この線画がいじりたいんだけど、レイヤーめっちゃ分かれてる時にさ、そう。どれだっけとかってそうそう、よくある。ポチポチしなきゃダメじゃん。うん。でもこれさ、シフトコントロールかな。シフトコントロールクリックで、このレイヤーに飛んでくれるんだよ、勝手に。今見えたこっち。見えた。あれ、もう一回探してくれた。そう。全然変なレイヤーのところにやってるから、こう今何もできないんだけど、シフトコントロールでこの線画をクリックすると、このレイヤーまで飛んでくれるんだよね、こうやって。嘘。そんな便利な機能あったっけ？そんな便利な機能があるんだよね。もっと早く知ればよかった。もうこれもしかしたら知らない人も多いかもしれないし、めちゃくちゃ便利な機能だから。編集したいレイヤーが見えれば、もうクリックして選択できるわけ。このレイヤー編集したいなって、これをクリックした。線が書いてるところをクリックしないといけないです。そう。まあ例えばこれ今下地がね、こうやって用紙つって白になってるけど、例えばここがこのレイヤーに白が塗ってあったとするじゃん。白が塗ってある上で用紙をつけて、白と白で何も書いてないように見えるかもしれないけど、レイヤー違うとこクリックしたね今。でこれ今触れないんだけど、この白の部分でもこのレイヤーには書いてあるから、こう飛ぶと。透明じゃダメだよ。透明じゃ飛ばないけど、白で書いてある部分、まあ、とりあえずこのレイヤーの、描画されてる部分であれば、クリックすればシフトコントロールね。これは覚えてた方がいいかも。すごい便利な機能、ありがとうございます。本の時とかはいいかも。本を貼る時に、例えばちょっと欠けてたりするじゃん。なんか完成だと思ったら、あれちょっとここの隙間だけトーン貼れてないなって。この髪の毛何%だっけ、何色だって分かんないなって時にシフトコントロールちょんって押して、そのレイヤーに飛ぶんで、このままバケツで塗るとか。色イラストだったら多分新しいレイヤー作っちゃって、全然それで修正できるかもしれないけど、漫画だとスクリーントーンの位置多分調整しないとなんか同じレイヤーに見えないよね。そうだね。やっぱ元のレイヤー見つけた方が綺麗に貼れる。まあ無駄にレイヤー増やさなくて済むしね。俺もうスッキリさせたくても、とにかく管理が行き届くぐらいの数で収めたいんで。少し軽くどういうようなコンテンツをやってるか、はい紹介していただけますか。漫画家チャンネルという YouTube チャンネルを、プロの漫画家である僕が、いろいろ漫画にまつわるようなことをいろいろと、やってみたり語ってみたりする動画をね、いろいろ上げてるチャンネルがあるんで、よかったらそちらもね、ぜひ覗いてみてください。あとはドキドキチャンネルも登録お願いします。じゃあ川上さん、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。バイバイ。はい。